い、すいません。ちょっとしたトラブルがございまして、ちょっと私もこの暑さで参っちゃってるので、すごくわかる気がしております。では、本日のトピックとしてはですね、サブスタンス 3D のですね、Tips と言いますか、前回ですね、だるまを作成した時に Firefly の機能をですね使ったと思うんですけれど、それをですねもうちょっとそこでFirefly の機能を使ってリファレンス画像、ちょっと参考になるような画像をですね作成してみたと思うんですが、今回はですねよりマテリアルとしてなんていうんですかね、マテリアルとして使えるものをですね作っていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。今回はですねこちらですね。今回のトピックこちらです。Firefly でテクスチャ作成、そしてサブスタンス 3D をちょっと待ってくださいね。デザイナーでマテリアル化。はい。そしてですね、アフターエフェクツのボールアクションというエフェクトですね。こちらもですね、ちょっと面白いですね、パラメーターができていたのでご紹介したいと思います。それではですね、最初の方から Firefly でテクスチャ作成に参りたいと思います。これがですね、こちらになりますね。はい。全画面にしまして、このですね、Firefly でこういったサイバーチックなですね、サイバーパンク的なテクスチャをとですね、まずはですね、このあんまりですね、質はから見てみればわかると思うんですが、このネオンラインズ、サイバーパンク、フューチャリスティック、サイファイ、シームレステクスチャーと入れて、Firefly イメージ4でですね、作成したこういう感じになってしまったこういう感じのですね、イメージが生成されるんですが、同じ文言でですね、この Firefly の中のですね、チャット GPT、こちらですね、こちらの機能をですね、タブを切り替えまして生成すると、よりですね複雑な感じでこんな風に生成されるんですね。はい。ではもうちょっとこちらディテール欲しいなと思いましたので、これに付け加えて Add more details and line variations と入れてみました。そうするとよりですねラインの中にラインがちゃんと入っているような感じっていうのがですね生成することができました。だからこちらチャット GPT なので商用利用的に結構難しい問題点などがあると思うんですね。ですのでこちらの画像をですね一旦ダウンロードしまして、ここからダウンロードしましてチャット GPT のウェブ版でこのですね画像をアップしまして、先ほどダウンロードしたものをアップして、でこのイメージを作成したいんだけど、Adobe Firefly でこのイメージを作成したいんだけど、どんなプロンプトで生成すればいいっていうのを聞いてみました。そうするとですね、ちゃんと答えてくれるんですね。でこちらですね、それがフューチャリスティック、サーキットボードパターン、グローイングラインズインレッド&ブルー、ハイテクエレクトロニックテクスチャー、ダークバックグラウンドなど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 、バラ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 といろいろやってくれますんで、もうこちらはですね単純にコピーして、でまた Firefly に戻ります。 Firefly の今度はですねイメージ4でこちらですね、このフューチャリスティックなんたらかんたらうんたらかんたらっていうのをですね生成してみたところ、こんな感じでですねバリエーションがですね生成されたんですね。結構悪くないかなと思うんですよね、こういうのだったりで。これで同じようにですね同じように2回かと思ったんですけど、これをですね実際にテクスチャ素材としてデザイナーの方に、エクスポートしてですね使いたいので、これ生成する際にこちらの縦横比を正方形にしております。はい、こんな感じですね。結構いいですね。はい。でこちらをですねイメージをこちらでダウンロードしましてデザイナーに持っていきたいと思います。それでは実際にですねデザイナーの方でマテリアルをですね作成していきたいと思います。はい。最終的にはですねこんな感じのマテリアルですね。ちゃんとですねエミッションとかも設定しておりまして、ここら辺とかわかるかな。はい。こんな感じでちゃんとラインがですねふわーってグローして光ってるような感じっていうのをですね最終的にはセットしていきたいと思います。それではですねそんなに
複雑じゃないノードにはなってるんで、はい、ちょっとできたらいいなと思っております。でですね、こちらに一応もう準備はしてあるんですが、本日のワークフローとしてはそうですね、Firefly での画像出力、チャット GPT のショーをやりましたね。で、こちらですね、デザイナーでマテリアル作成、ダルマの時はですね、ビューアーでリファレンス作成だったと思います。はい。で、こちらで、このデザイナーでパラメーターを出力して、そのラインのカラーを差し替えることができるような、マテリアルだったり。で、最後に持っていってですね、スタイライゼーションをかけたりすると、よりですね、ゲーム内のキャラクターとかにも使えそうな質感のマテリアルをですね、作成することが可能となります。それではですね、ちょっとやっていきたいと思います。とですね、こちらを、とりあえずこの辺は一旦もう削除して、まっさらな状態からやった方が分かりやすいですよね。はい。で、これこうなってますね。ノーマルもちょっととりあえずなしで。ではですね、まず最初に、こちら、ですね、ビットマップノードをですね、持ってきます。で、先ほどですね、ダウンロードしたテクスチャをですね、リンクしちゃいますね。はい。はい。そうするとこちらですね。じゃあもうこれを、いきなりちょっとつないでみましょうと。で、ですね、セーフトランスフォームグレースケールがあって、こいつを一番最終的に、例えばこうやって、おっとっと、なんかこうやって、AO とか。このセーフトランスフォームグレースケールノードっていうのは私はですね、ハブとして使っているノードとなります。もう、ここでは何もしませんよというルール設定のもと、やってるものとなりますね。これはですね、いろいろ皆さん個人の自由であるんですが、ただですね、この子はですね、このビットマップは一度ですね、グレースケールに変換しなくちゃいけませんので、こうやっておきますね。そして見てみると、ドン。はい、こんな感じで、もうすでにちょっとマテリアルっぽい感じはありますが、結構いい感じですよね。で、カラーの方も、つなげてみると、ですね、こいつをこうやってつなげます。はい。そうするとですね、こんな感じ。もうすでに結構いい感じの、もうサイファイで使えそうなマテリアルがあると思います。ただ、もうちょっとここら辺の、こういった球体といいますか、円ですね。丸ですね。丸のオブジェクトをですね、もうちょっとだけ増やしていきたいなと個人的には思いますので、そこら辺をですね、ちょっとやっていきたいなと思います。ではですね、このグレースケールコンバーションの、グレーのですね、グレースケールを使いまして、例えば、レベルでですね、より白黒をはっきりとさせたですね、マップを作っていきたいと思います。こうですね。こちらを 2D の方、ビューを見ていただいて、ですね、どっちかな、こっちかな。もうちょっとこうかなとか。そうですね。ちょっとこの、もうすでに光っている状態のところはですね、若干、微妙な要素となっておりますので、こんくらいちょっと、やっておきまして、スレッショルドでどうなるかな。もうちょっとより、ちょっとこれは置いておきましょう。でですね、例えばドットノードとしまして、こちらにですね、ドットノードを作成します。でも、マスクと名付けちゃいましょう。で、こちらをですね、今、このラインのところが白になってて、他のところが黒になってるんですが、この黒いところにですね、丸をですね、球体をどんどん入れていきたいので、こちらはマスクとしてはですね、反転させちゃいます。インバートグレースケール。はい。で、これで白いところがですね、アルファとして見なされますので、はい。で、今マスクを出てますね。で、ですね、シェイプ
シェイプを作りまして、こちらをディスクにして大きさをですね 0.8 とかにしておきますね。はい、でこちらにですねタイルサンプラーですね。タイルサンプラーグレイスケールでもうパターンインプット1に入れちゃいます。でこちらもタイルサンプラーのパターンをインプットにしますね。でここ間にですねベベルちょっとかましておきましょうかね。で値はマイナス 0.2 とか、はい、そうするとこんな感じの整列された、シェイプがですね出てきますね。じゃあ先ほどのマスクでですねちょっと切ってみたいと思います。先ほどのドットノードをですねこちらマスクを呼び込みまして、マスクマップインプット、こちらですね。これをつなげます。さてさてどんな風になっていくでしょうか。この下の方にですねマスクマップスレッショルドというこちらに項目がございますので、こちらの値をですねこういう風にどんどん持っていくと、はい、こんな風になりますね。ただこれじゃあどこに何が入ってるのかっていうのはまあちょっとわからないんで、一旦、そうですねこれをもうちょっといろいろとつなげちゃった方がいいかもしれないですね。ノーマルマップで見てみましょうと。一旦こちらをですねノーマルにしておきます。でこのノーマルにしてこちらもノーマルにしてあるので、このノーマルをですねノーマルマップ1でノーマルコンバインで、確認をしてみます。はい、そうするとこんな感じですね。今 2D の方で確認していますが、こっちが最終的にこうつなげればいいのか。もうあれですね。この元々のシェイプが大きすぎますね。はい、ですので、もうこちらのですね、あとアマウントをですね、もうちょっと24と24とかにしちゃって、で、こちらの、スケールをですね、今 0.8、0.3 くらいにしちゃいます。今タイルサンプラーでいじっています。でやっぱりこれでもですねちょっとあんまりもうちょっとランダムな感じになってほしいなと思いますので、この場合マスクをですね変えちゃいます。ちょっとこれをですねもっとラインの値をドンと大きくしちゃいます。でそういう時は先ほどのスレッショルドとかでも使えるんですが、一旦ベベルを挟みまして、これですねこれでインバートグレースケールでこれで結構逆に全然なくなっちゃったな。そうか、ちょっと待ってくださいね。これでマイナス 0. 以上だっけな、マイナス 0.2 とか、なるほど、プラスのこっち側からもうちょっとなんか隙間に入ってくれるような感じの値を、こんな感じかな。0.015 とか、そうですね、18、こういった微妙なところの調整になってくると思いますね。先ほどより全然良さそうですね、こちらの方が。はい。ってな感じでやっていったりとかですね。あとは、ここの間に先ほどのスレッショルドをですね、入れてしまってもいいかもしれません。こっちの方がちょっと分かりやすいかもしれないですね。それでちょっとマップの方で見てみると、はい、そうですね。なんかいい感じに
散りばめられている感は出てきますね。はい。で、ちょっとだけですね、マスクランダムとかをかけつつ、はい、マスクランダム、ちょっとこのようにですね、やったらどうなんでしょうか。で、ですね、こちらをですね、ボコってへこませたいので、本当はインバートですね。インバートグレースケールをかませると、へこみましたね。ドンってへこんでますね。で、もうちょっと形状をですね、例えば、こうして、これがマイナス 0.2 で、シェイプが例えば 0.6 とかにしまして、ブレンドとかで、こことこれをですね、合わせ方を、サブトラクト。逆だったな。そうか。逆ですね。はい。とすると、またですね、こんな感じに、こんな感じですね。ちょっと先ほどのドンってなってるよりかは、少し複雑な、これ 0.1 とかにしたとか、そうですね。感じになりますね。で、やっぱりこの今、ここら辺のメインのですね、ラインも出っ張っておりますので、ここのラインも、インバートですね。インバートグレースケールで、こうやって、へこみましたね。はい。はい、こんな感じでですね、マテリアルはですね、作成していけるんですね。今流れ、結構、なんか、そんなに難しくないなっていう感じだったらいいなと思います。はい、あとはちょっとノーマルの値をですね、インテンシティを1から3とかに変更したりすると、よりちょっとディテールがですね、こうやって現れちゃいますね。それではですね、こちらの今、オレンジと青いラインが入ってると思うんですが、これをですね、変更していきたいと思います。で、そういった場合にはですね、RGBA スプリット、はい、こちらをですね、使用します。で、こちら、ビットマップからこのようにですね、はい、入れまして、それぞれのですね、RGBA、こちらのアウトプットの出力のところをですね、ダブルクリックすると、それのですね、指定した、カラーのですね、白黒チャンネル、グレースケールのチャンネルがですね、このように確認できます。上から R、G、B という感じですね。で、今回は、ブルーと、この B と、オレンジなので R がいいのかなと思いますね。で、このそれぞれの、ですね、このグレースケールを、アルファとして使用するんですね。ブレンド。はい、ブレンドのオパシティに、まずこの R ですね。ここを入れて、で、ユニフォームカラーをこうやって挟みます。ちょっと分かりやすくユニフォームカラーは、ですね、グリーンにしておきますね。そうすると、このように、はい、オレンジ色のラインの色、値のところがですね、ちゃんと緑に変わっているのが分かると思います。じゃあこちらブルーもですね、同様にブレンドですね、これをもうちょっとこういうふうに上にしまして移すと、ブルーですね、こっちですね。で、ユニフォームカラー、はい、でこちらはですね、ブルー、紫にしとこうかな。はい、でそうですね、ブルーのところがちゃんと紫に変更されているのが分かるかと思います。で、ブレンドしておきまして、こうやって、こうやって、はい、こんな感じですね。できてますね。で、そしてですね、こちら、ですね、ここのマスクですね、マスクのところにもですね、インバートじゃなくて、ここでいいな。はい。このドットノードもう一回いきまして、せっかくこれ作成したのに色つけないのもったいないなと思いますので、ドットっていうふうに名前付けておきます。で、先ほどのドットノードをですね、
持ってきますね。で、ドット。はい。で、こちらもですね、スプレンド。で、このドットをアルファ、ユニフォームカラー、これは、どうしようかな。黄色とかがいいのかな。はい。こんな感じ。そうすると、こんな感じですね。では、それぞれをですね、組み合わせてガッチャンコしていきたいと思います。はい。こんな感じですね。はい。で、こちらをこういうふうに最後やると、こんな感じでですね、黄色がちょっと目立たなすぎますので、これ、どうしようかな。このアルファのところに、ちょっとスレッショルドをかけて、多分ちょっと、よりですね、はっきりさせておけば、中にちゃんとですね、こういうふうに入ってるのが分かりますね。はい。こんな感じですね。はい。こちらでですね、ほとんど終わったのですが、ちょっとですね、やっぱエミッシブとかやっていけたら面白いなと思いますので、アウトプットを一つ作っちゃいます。で、こちらをですね、エミッションにして、こちらエミッション RGBA で大丈夫ですね。で、ユサージがエミッシブ、ラベル、エミッシブ、はい。で、こちらをですね、こうやって持ってきます。はい。そうすると、こんな感じのですね、エミッシブのマップをですね、接続できました。ただ、ここではまだわからないのかな。レンダラをアイレイに変えて、でもなんとなくなってるような気はしますが、もっとわかりやすいように、次はですね、インプットバリュー、こちらをですね、持ってきます。で、アウトプット。そうか。わかりました。そうだ。エミッシブを、こちらをですね、ビューイン 3D ビューでエミッシブ、こちらですね。やってなかった。はいはい、来ました。はい、いや、バツッと変わったの分かりますよね。はいはい。で、そしてですね、こちら、アウトプット、エミッシブ、インテンシティですね。ラベル、エミッシブ、インテンシティですね。で、こちらをですね、例えば、3でやるとドカーンっていっちゃうかもな。で、こちらエミッシブインテンシティに、ですね、これだ。やって、で、これで今、はい、ここでちゃんと今見えますよね。変わるのが分かってますよね、これで。これでですね、他のソフトに持っていっても、このライティングをですね、変更、エミッションのですね、広がり方っていうのを変更することが可能となっております。はい。こんな感じですね。はい。これだったら結構もう、個人的にはマテリアルとして使えるんじゃないかなと、はい、思っておりますね。ではですね、こちらもせっかく作りましたので、じゃあちょっとペインターの方で確認してみようかなと思っております。ミートマット。はい。ミートマットで、そうか、ちょっと待ってくださいね。その前にミートマット開きます。で、デザイナーで、例えばこちらをですね、動作確認的なものとして、カラー、アウトプット、これ名前何にしようかな。ライン A とかにしときましょうか。で、こっちはライン B ですね。はい。で、こっちは、ですね、サークルみたいな。サークル。
そっか、最後、まあ、ちょっと分かりやすいように、ブレンドで、ユニフォームカラーの、これ、ブラックを下にして、こっちの方が、とりあえず、プレビューでは分かりやすいと思うので、はい、こうしておきましょう。で、あとは、ここの、数値出せるのかな。まあいいか。ちょっととりあえずこんな感じで。はい。こんな感じでちょっと保存しておきますね。で、ですね、send to painter 持っていって、さて、どこに入ったでしょうか。なんか今いたような、これだ。はい、こちらが来ましたね。はい。こんな感じですね。で、これを、来てますね、ちゃんと。ただ、マックスが今、あれになってるのか。で、シェーダーの設定だったかな。シェーダー違うな。こっちですね。ビューの設定のポストエフェクトを有効化がアクティブ化。これだ。グレアですかね。多分この辺とか来てる感じ。違うかな。グレアの輝度。敷地。あれグレアじゃない？確かこんなところ、こういうところでですね、できるんですけど、ちょっと待ってくださいね。これが3とかいけないかな。あれちょっといけないですね。なんでしょうね。おかしいな。エミッシブは来ないな。もしかしたら、シェーダーの、こちらのシェーディングの設定だったかもしれないですね。ですね。まあ、ちょっと今、そこは大事じゃありませんので、光沢を有効とか違うか。ちょっとですね、違うところをですね、変な、脱線しちゃいましたね。はい。ちょっとここは一旦ですね、オフにしておきましょう。確かね、グレアでいけたはずなんですけどね。失礼いたしました。はい。でですね、こちらに対してですね、この間多分紹介したと思うんですが、スタイライズですね。これをかけると結構ですね、かっこよくなるっていうスタイライゼーション、ペインタリーとかちょっとハンドペイントっぽい感じに、これあんまり変わんないな。ハンドペインテッドとかさっき結構かっこいいなと思った、ネオンもそうなんですが、なんかね、いろいろ入ってるんで、いっぱいね、試してみていただきたいんですが、さっきかっこいいなと思ったのなんだっけな、グラディエント、ダスティとかだったかな。こういうのいいですね。で、セルシェーディング、そういうのもあるのか。いいですね。もうちょっとペイントされたような感じで。で、こちらをですね、例えばテクスチャセットをインスタンスして、全体見てみたりとか、こんな感じ。スタイライゼーション何かいいかな。カラフルストローク、セミリアリスティック、なんかね、カラーライズ、フラットシェード、これじゃなかったっけな。これですね。これかっこいいっすよね。このフラットシェード、結構私が好きなネットフリックスのアニメーションのアーケインっていうのがこんな感じのね、ペイントだったような気がしております。ちょっとですね、三面投影にしたりとかすると、
ズバズバってなんかいろいろつながってるのがまたかっこいいですね。はい、こんな感じでですね、皆さんもですね、いろいろデザイナーのこういった機能とかね、感じをですね、使ってみてくれると面白いなと思います。デザイナーで一回こういう風に作っちゃいますと、面白いのが、面白いというのか便利なのがですね、ラウンデッドシリンダーにしようかな。わかりやすく。こうやってインプットをですね、変更すればですね、いろいろなバリエーションをですね、もう即座に作ってくれるっていうのが、すごくやっぱり便利なところだなと思いますので、一つ作っておくと、Firefly でもいろいろなイメージダウンロードしちゃってね、それでいろいろ応用が効くかなと思うんですね。はい。といった感じでですね、こういうのを、皆さんもですね、やってみていただけたらなと思います。それではですね、アフターエフェクツの方に行きたいと思います。はい、こちらですね。こういったヘッドホンのですね、ムービーをこの間のですね、ウェビナーのために作っておきたんですが、ここでですね、触ってる時にあれちょっと面白いエフェクトがあるぞと、気づきまして、そちらをですね、紹介させていただけたらなと思います。あれちゃんと読めるのかしら。そういうことか。チェックっていうのは大きさのチェックだったんですね。こうやってちゃんともうすんなり読めましたね。なんか、こうありますね。でですね、こちらに対してですね、レイヤーかな、これもこの間多分紹介したと思うんですけど、レイヤーのクリエイトの、クリエイト 3D レイヤーインスタンス、これを使うことによって、これを入れることによって2D のエフェクトをですね、この 3D に、反映させることができるというところですね。もうちょっといい感じの見た目にしたいので、ライトのですね、環境光をですね、入れておきたいと思います。で、こちらは、これかな。これは目玉オフにして、はい。で、100。はい。こんな感じですね。結構良さになりましたね。はい、こんな感じですね。じゃあ、こちらに対してですね、ここに対して、CC ボールアクションだったよな。もうここからね、探すのが結構私は煩わしいんですが、あれ、どこだっけな。やっぱわかんないですね、どこにあるか。CC ボールアクション。ここから探しましょう。ボール、CC ボールアクション、シミュレーションの中でしたね。はい。でやると、ここまではですね、いつものボールアクションの感じ、従来のボールアクションだなと思うんですが、グリッドスペースを2し、ボールサイズをもうちょい細かくして、グリッドスペース1かなとか。で、ここのですね、ディスプレイスっていうのは多分新たに加わったと思うんですよね。気づかないうちに。で、これやるとですね、ちょっと、こんな感じの、今までのボールアクションじゃない、ボールアクションエフェクトがですね、できるわけなんでございます。結構かっこいいですよね。これを、ここの、例えば、なんだろうな、ディスプレイスの、スキャタリングとかでやればいいのかな。ちょっと、ただスキャタリングすると、この形状がもったいなくなっちゃうんですけど、ね、うまいことコントロールして動かせるようにできればね、また面白くはなるんですけどね。こういう風にツイストとか、そういうこともですね、できますので、ちょっと昔のレディオヘッドの PV にあったようなエフェクトですね。で、グローとかをですね、入れたりすると、こんな感じ。で、ちょっとだけこうしといて、スレショーをもうちょっと、そうですね。で、強さもちょっと。こんな感じでですね、できるわけなんですね。で、例えば、もうちょっと角度変えたいなっていうときは、本当にこの下のですね、ヘッドフォンの、3D データをですね、こういうふうにやればできますし、この状態で、
だんだんディスプレイスをですね、これだしていくようなこともできますね。こうやってこれは結構面白いかもしれないですね。はい、こんな感じですね。といった感じのですねエフェクトを、アフターエフェクツでですねできるようになっております。もうこれでなんか、デザイナーもそうですし、アフターエフェクツもそうですし、今回そういったここの連携はなかったんですが、皆さんのですね、デザイン制作を助ける一助になればと思いました。はい。ちょうどですね、36分とかになってますね。で、次回です。次回の告知となるんですが、実はですね、ゲストでですね、本庄さんがですね、来ていただきます。もう本当にここの私の隣に来てくださって、もう本庄さんがですね、サブスタンスの 3D モデラー使いですので、実際にですね、どういった感じでモデリングをしていただけるかとか、この右側にですね、こちらか、右側に映っているですね、ロボットもですね、本庄さんが実際にモデリングをしたものとなっておりますので、ぜひぜひご期待ください。私もですね、すごく楽しみにしております。じゃあ、そんな感じでですね、次回はですね、そうですね、もう本当、来月の7月の確か28だったような気がしております。またですね、今回はもうちょっとスパン短めに告知させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、来月お願いします。